いかがお過ごしですか？花田ステパノサトルです。あなたはこの世がカオスだとは思いますか？突然の質問でびっくりするかもしれませんが、ちょっと真面目な質問です。あなたはこの世がカオスだと思いますかっていうところです。この世がカオスであるっていう、カオスではないとは信じていい。カオスではないと信じている人は少ないでしょう。たとえ金が全てであると思っている人であっても、金が全てでシンプルだと思っている人であっても、その裏にある、お金で解決できるようなカオスだったり、コンプリケートだったりコンプレックス、そういったものの存在自体は認めているでしょうと。この世のカオスさ、それがゼッテルカステンを採用している、このゼッテルカステンのやつを採用している理由の一つなんですけれど、そのゼッテルカステンを使う理由のうちから、2つほど取り上げるんですけど、この2つは、この世のカオスさを前提にしたものになっています。まず1つ目は、この世はカオスであるけれど、そのカオスはカオスな仕方でちゃんと統率されたものであろうというところがありますと。探求者としてその統率されている様がどんなものかを把握するためには、そのカオスさを何らかの形で受け入れなければならないと。まあ、そしてその受け入れた上で新たな発見や知見を得ることができる。だからそのカオスさを受け入れてくれるようなシステムが必要だと。で、2つ目が、カオスな現実に対して対応するためにはそれなりの対応をしなくちゃいけないんですよ。つまり、大きいものには大きな対処をしなくちゃいけないし、複雑なものには複雑な対処をしなくちゃいけないと。混沌とした複合的なもの、煩雑なものに対してそれぞれ適した対応をしなくちゃいけなければ当然もっとしっちゃかめっちゃかな状態になっちゃいますからね。けれどその上で問題となるのは脳の問題です。脳って恣意的に振る舞うんですよ。脳っていうのはそれっぽいもの、問題とかパッと出された時にそれっぽいものをパッとひらめかせて、でその時に過度にシンプル化させて嘘をついてくるっていうことがあると。もちろん嘘をつかない場合もありますけどね。というところで足場としては弱いという課題があります。でもっと悪いのはその脳の嘘に満足してしまうっていうことがあると。だからこの点において脳を信用することはできない。だから嘘をつかずに、そしてガイドしてくれる、一緒に学び合ってくれる、一緒に、作業してくれるパートナーっていうのが必要になるというところです。このような、カオスさを受け入れつつ一緒に、仕事をしてくれるパートナーっていうところ、学び合ってくれるパートナーっていうの、それが私にとってはゼッテルカステンなんですよ。で、このゼッテルカステンはこの世界のカオスさを受容しています。カオスをカオスなりのそのままの仕方で受け入れつつ、そして、インデックスだったり、インデックスカードだったり、ナンバリングだったりで、それで解決してくる。ある程度統率された仕方でやってくれているというところがあります。実際そのカオスさっていうところに関して言うと、私の、私含めていろんな人はそれぞれ矛盾した考え方とか持ってると思うんですけれど、時と場合によってですね。例えば私はゴールとか計画とかっていうのは毒であると、人生にとって毒であるって考えることもあれば、むしろ将来について破滅的なところ、こういったことが起きるんじゃないかっていう予想を立てて、それに対してどう対処していくかっていうことを考えるっていうのは良い薬になるというふうにも考えることがあると。これは明らかにゴールやプランっていうのは毒であると思ってる時もあれば、そのプランっていうのは薬であると考えると、毒薬っていうのも明らかに矛盾していると。けどこの時矛盾しているからどちらかを排除したいって思うじゃないですか。普通の議論とかだったら。けれど実際のところはそうではないと。現実っていうのはあくまでもカオスであってこれらは両方ともに大事な目線であると。Many opinions in many places。これが達成できるようにしておかなくちゃいけないと。そういうところで、56534520のところに書いてあるものあれば、26248121の方に別の意見もあると。この Many opinions in many places っていうところ、そして、こういった感じでカオスを受け入れているというところ、これが大事で。
ここでは矛盾を例にしましたけど、さっきの、例ではね。けれど同様にこう多様な目線っていうのもたくさんあると。これらも、許容できるようにしておかないといけないと。でそれがそのカオスさとか複雑さ多様性っていうのが実際にこのたくさんあるカードやボックスの中で統率された仕方で永続化されているっていうところなんですね。でこの統率していることが脳を信用できない語り手だと思っている私にとってはすごく助かるっていう。私が思うに自分の脳っていうのは勝手に思い込んで勝手に思いついてそれを真実と思わせて満足させてしまう。この世は実際はカオスなのにと。そんなことをしてしまうっていうのが脳だと思っているんですよ。しかし実際その脳の土台、脳っていうちょっと信用できない語り手っていう土台から離れてゼッテルカステンというパートナーとやっていこうっていうところなんですけど、人同士のコミュニケーションでも同じことが言えると思います。ゼッテルカステンというゼッテルカステンっていうパートナーとコミュニケーションをする。つまり自分のノートをいろいろ見て、そしてメモをいろいろと時系列っていうよりかこうナンバリング順に追いかけていったりして、そしてもしなんかこれは新しい意見だなってなったら、512.21103 の後ろに31っていう感じで追加したり、もしくは/4の方で追加したりっていうところ、もしくはリンクを追加したり、インデックスを、リンクだったりインデックスカードを追加したり、こういったポップリンクカード、こっちはインデックスカードですね。こういった形で管理したりと管理させる、発展させる、そういったことをやっていくと。でこういう感じでコミュニケーションをしていくっていうことによって自分の脳の信用できなさっていうのが軽減されると。実際時に欠けてるところ、見つけたり新たなアイデアを思いついたりしますし、でもでその自分の記憶、忘れるっていうところだったりとか、忘れるっていうのも大事なんですけど、脳は信用しないけれど自分の書いた文章やメモ、そしてそれを配置したこと、そしてその前後関係っていうところ、もしくはさっき取り上げたような矛盾とか相反する意見っていうのも出てくる。これら自体、このシステムには信頼がおけると。脳を信用せずもちゃんと前に進むことができるんだと。しかも過去をむやみに否定することもなく、それ、現実を過度にシンプル化することもなく、それでもって前に進めることができるんだっていう。これがゼッテル合戦の一つの魅力であると。でそしてもってこのゼッテルカステンっていうパートナーと実際に今は私はやり取りしていろいろとアウトプットを出しているんですよ。で人によってはコミュニケーションパートナーとして、生成 AI っていうのも使ってみてはいいんじゃないだろうかって思うかもしれませんが、私はやはりアナログなやり方の方が手書きで、物理ノートに書いていくのがいいと思っています。というのは、私の趣味思考というところはもちろんあるんですけれど、生成 AI っていうのはその原理からしてですね、ちょっと私はちょっとあまりパートナーとしてはちょっと課題を感じていると。生成 AI というのはその原理からしてあくまでも統計の中で作られた言語モデルである以上、自然概念のものではなく自然と対立する、アートを扱う人間の側のものであるというふうに思っていますと。でこの自然言語、言語を扱っているように見えるけれど実際のところは、計算の中で、モデリングされて、それっぽく生成されているものっていうところになっています。なのでこれはあくまでもネイチャーのものではなく、もしくは人のものでもなく本当にアートの問題でしかないと。だから逆を言うとアートだったり人工物の領域の問題についてはパートナーとコミュニケーションパートナーとして生成 AI っていうのはいいと思いますけれど、実際私も仕事でしばしば使ってるんですけれど、しかしながら現実世界のカオスっていうのはアートの問題、人工物の問題だけではないと。むしろアートには該当しないようなものの方が多いだろうというふうに思っていますと。だからこの領域においてはより自然に人の側、ネイチャーに近い側の方のものを扱っていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、それで、そのアナログで、このカオスと戦っているというふうな感じです。
私はこのツェッテルカステンというのをアナログの仕方でやっているっていうところで、特にアナログニューメリックアルファアドレスツリーインデックスネットワークっていうところ、これらを大事にしているという感じです。こういったいろいろな、構成要件を持ってるシステムを持ってるパートナーとしてツェッテルカステンによって私はこういろいろと、アウトプットをして、ニュースレターという感じで毎週毎週アウトプットをすることもしていますと。話は戻りますけど、この世はカオスです。この世は明らかにカオスです。私はそういうふうに思ってます。で、しかしそのカオスでありながらも統率はされているはずなんですよ。それなのに、この世のカオスやこのカオスの裏にある統率された様子っていうのを脳がなんていうかこう過度にシンプル化しちゃう。そしてそれに満足してしまうっていうことがあると。けれど本当はそれに満足しちゃいけないんだ。こう過度にシンプル化されて脳にパッと思い浮かんだものに、その信頼できない語り手がパッと言ったことに対して満足しちゃいけないっていう。で、そのツェッテルカステによって統率された仕方で、この世のカオスをそのまま受け入れ、けれどそのままの仕方で統率されたやり方でもあると。そしてその、カオスで統率された、カオティックオーダードカオティック、そんな感じの、それを受け入れたシステムと、コミュニケーションをして、それでもってアウトプットをしていると。新たな発見をしたり、欠けているものだったり、新たな、視点、新たなオピニオンズ、新たな場所、そういったのを見つけて、そして新たにはまたアウトプットをしていくことができるんだと。ここには若干非連続的なジャンプがかなりあると思いますと。こんな感じでアナログの方でカオスと戦っていく、もしくはカオスと付き合っていく、そういったことができるっていうのがこのツェッテルカステの魅力かなっていうふうに私は思っています。本日のお話があなたの参考になったなら幸いです。それでは、青心に。ピース。